こんにちは、ウォッチミックスです。今回はコメントでいただいていた仕事を頑張ってきたけど出世の望みが消えて悟りを開くしかなくなった40代50代におすすめの悲哀の一本を教えてくださいにお答えしておすすめの腕時計5本をご紹介していこうと思います。実はこのコメントを読んで感じたことなんですけど、その悲哀っていうね言葉を使ってはいるんだけど、もうそこにもう悲しんだり、あとがっくりとねうなだれた、そんな印象あまり伝わってこなくて、なぜかね感じたことはもうスパッと振り切った、そんな印象がね伝わってきたんですよね。言葉にしてみると、もうだったら好きにさせてもらうよ、そんな感じですかね。それが私の今の気持ちと同じような感じで、もう腕時計は自分の好きなものを選んで自分好みに楽しみたい、そういったところとうまく合ってるかと思うので、今回は私の好みだいぶ入ってるんですけど、少し気分を変えたい、そんなね40代50代の方にぜひ楽しんでほしい腕時計を厳選してみたので、よろしければ時計選びの参考にしてみてください。まず1本目ご紹介するのはこちらですね。セイコーの人気シリーズプロスペックスから SBEJ005 14万3000円のモデルになります。まずスタイル見ていただいてどうでしょうか。クラシカルなフィールドウォッチ、ケースのね形状とかは非常にオーソドックスな形状なんですけど、やっぱりここですよね。文字盤見てグリーンとこのゴールドのコントラスト、いやもう自分には似合わないなっていう方だったり、あとは自分のキャラクターとは全然違うから今までそんなの考えたこともなかったっていう方、案外多いと思うんですよね。ただ今回はコメントでもう出世の望みが消えたっていうことで、その出世街道からねもう外れたので、かしこまったビジネスシーンも少なくなってきてるだろうし、あとはねちょっと私が感じたことなんですけど、だったら好きにさせてもらうよみたいな、そんな振り切った、ことあるかなと思うので、今回はちょっと華やかな感じのフィールドウォッチご紹介することにしました。やっぱり40代50代の大人の方って腕時計って黒とか白とか、やっぱりベーシックカラーをまずね考えてくると思うんですよね。ただこういった腕時計っていうのは人から勧められて、こういった時計ちょっと試しにつけてみませんかって言われてつけたら、お、これいいねみたいな感じで人から勧められて自分のね相性抜群なものを見つかるっていう場合もあるので、今回はわざと、あまり選ばないようなモデルを1本目としてご紹介しました。ただこのモデルはセイコーの中でもベストセラーモデルのアルピニストというモデルのバリエーション違いですね、 GMT モデルなんですが、この文字盤のコントラスト、グリーンとゴールドのコントラストっていうのは実は派手に見えるようなコントラストではなくて、グリーンにしてもちょっとブリティッシュグリーンみたいな感じで英国紳士みたいな、そんなねシックなカラーなんですよね。それにこのゴールド合わさってるんですが、基本的には、シックな見え方になると言ってもね間違いないと思います。写真で見るとちょっと派手には見えるかと思うんですが、時計店で実物をね手にして見ていただくと、いやかっこいいなと、思っていただける大人感っていうのかな、そういったところがあるようなコントラストになってますね。今回のこのモデルはさらにね GMT のそんな機能が合わさったことによって、文字盤の中にこの赤のねカラーコントラスト、カラーのねアクセントが入っていることによって時計に躍動感も出てるし、あとはこのステンレスの素材を生かした GMT ベゼル、こういった部分もツール感があって、つけていてやっぱりねワクワクさせてくれるような、ちょっとその気分を上げてくれるっていうのか、気分を変えてくれるとは、そういった腕時計になるので、個人的にはもしねやっぱりちょっと似合わないだろうなと思ったとしても、時計店で一度試着してほしいなと思う、そんな一本ですね。このモデルであれば今ねビジネスでもやっぱりもうビジカジでいいんだよという方だったら、手元にほんの少し色目を入れてあげて颯爽と働いている、そういったイメージを、プラスするのもね悪くないと思います。今回のこのモデルにおいてはメタルブレスではなくてレザーのストラップになるんですよね。そういったところからやっぱりレザーストラップの腕時計ちょっと苦手だなっていう方もいるとは思うんですけど、この機会に一度このグリーンとゴールドのコントラスト、さらにレザーストラップのスポーツ系の腕時計試してみていただきたいなと思います。やっぱりね気分変わるね一本になると思います。簡単にスペックですねご紹介しておきます。ムーブメントはメカニカル自動巻きですね。いわゆるゼンマイ式の腕時計になっていて、キャリバーは 6R54 が搭載されています。精度自体はそんなに高くはないんですが、やっぱりメカニカルの GMT ムーブメント、そんな腕時計を買ったっていうやっぱりね満足感っていうのは非常に高いと思います。またねロングパワーリザーブ最大巻き上げ時間が約72時間と
ロングパワーリザーブになっているので、初めてちょっと機械式の腕時計、ゼンマイ式の腕時計チャレンジしようかなって思っている方でも使いやすさ感じていただけると思います。そしていいのがケースサイズですね。横幅が 40mm を切った 39.5mm になっています。やっぱり 40mm を切るような、そんなね腕時計になるとスポーツ系のデザインなんですが、ジャケットの袖口からちらっと見えた時も、色目はね多少派手には見えるかと思うんですが、ただサイズ感が小ぶりになっていることによって、その子供っぽいとか、あとはそのスポーツ感が強すぎるとか、そういったイメージがなくてシックにね見せてくれるような程よいサイズになっていると思います。そしてガラス素材はカーブサファイアガラスですね。サファイアガラスっていうのは非常に硬いガラスで、普段使いしていてまず傷が入ることがないので、安心してね、普段使いできるのがいいところですね。ここはね嬉しいところです。そして防水、これもね頼もしいですね。日常生活用強化防水、20気圧防水になっています。もう20気圧防水あれば時計はね、もう水の中にジャブッとつけてしまってもいいし、もう突然雨が降ってきたようなそんなシーンでも安心して使えるような頼もしい防水スペックになっているので、今のこの高温多湿な日本では、安心っていうのかな、頼もしい防水スペックになってますね。いや、このモデルは味わいのあるこの、オーソドックスっていうのかクラシカルなフィールドウォッチのスタイル、4時位置にね内転リングのリューズがあったりとか、あとは GMT 機能が入ったりとか、この、クラシカルなフィールドスポーツのそんなスタイルにこのグリーンとゴールドのコントラスト合わさっていて、大人のフィールドウォッチって言っていいのかな、そんな感じになっているので、ちょっと今気分がね乗らないんだよねと、ちょっとはやっぱり落ち込んでるよねっていう、そういった方の手にねポンと乗せることによって、やっぱり気分を変えてくれる、やっぱりちょっと華やかに見せてくれることによって自分の表情も変わってくるかとは思うので、ちょっと今壁に当たっているような方、今までね多分こういったカラーの腕時計って全然ね検討したことがない方すごく多いと思うんですが、騙されたと思って一度ね時計店に行って試着してみるのがいいかとは思います。めちゃくちゃおすすめです。そして2本目なんですが、フィールド系のそのスポーツウォッチ、やっぱり人によってはテイストが自分違っていて、もっと綺麗めなファッションの方が好きなので、時計もできたら綺麗めな方がいいんだよねっていう方もいると思うので、2本目は綺麗めな1本ですね、ご紹介しようと思います。2本目にご紹介するのはスイスの老舗時計ブランドですね。ティソからティソの PRX パワーマティック80の 35mm モデルですね。価格11万3300円になっています。私のパソコンでちょっと画像がぼやけているのでアップにしてご紹介するとこんな感じですね。どうでしょうかね。スタイルとしては、ラグジュアリーな、ファッション系のスタイル、そんな言い方をしてもいいかとは思います。多分今腕時計を探していらっしゃる方だったら、このティソの PRX もう知ってるよっていう方がほとんどだと思うんですが、今回ご紹介しているのは横幅が小ぶりな 35mm で、文字盤が白蝶貝ですね、マザーブパールを使ったそんなモデルになっているので、 PRX の中でもほんの少しなんですがドレッシーで、なおかつこなれ感のある文字盤、そんな見え方の1本ですね。なので今まで腕時計はね、もう40代50代の方だったら1本か2本は持ってらっしゃると思うんですけど、時計を変える時に、要はねサブを時計を腕時計を買う時に文字盤の色を変えてみたりだとか、ドレスウォッチを持っている方だったらスポーツウォッチを買うとか、いろいろねあると思うんですけど、今回ご紹介したいなと思ったのはこの横幅 35mm 小ぶりな腕時計を気分を変えるために1本ね手に入れてみてはどうですかと思ったので、今回ねこちらご紹介しました。35mm の腕時計って多分今持っていらっしゃる方すごくね少ないと思うんですよね。この5年から10年っていうのは腕時計においては標準的なドレス系の腕時計も 40mm から 42mm ぐらい、それぐらいやや大きめの腕時計っていうのが主流だったんですが、この 1,2 年かな、トレンドとしては小ぶりな腕時計っていうのがトレンドになっていて、さらにはこのような 35mm クラス、本当にね小さな腕時計を男性の方が選んで、今までのね大きな腕時計のそのコントラスト、カウンターとして楽しむっていう方が増えているかとは思います。この時計ティソの PRX なんですけど、あまり時計に詳しくない方だったら、いやこんなちょっとファッション系の腕時計40代50代の方に似合うわけないでしょうって思う方いるかとは思うんですけど、実はこのモデルも、昔のヴィンテージウォッチ、ティソのねスポーツ系のヴィンテージウォッチをオマージュしたそんなデザインになっていて、ラグジュアリーなファッション系の腕時計なんですよね。実はよく言われるんですけど、ラグスポ系のテイストを持ってます。イメージとしてはこの時計のケースですね、
ここからシームレスにこのメタルベースにつながるようなこのスタイルっていうのがそのラグスポ系のスタイルになっていて、上品なんですけども、高級感っていうのか一歩華やかさがあるような、そんな見せ方してくれますね。この時計の写真だけだったらイメージ湧かないと思うんですけど、着用写真ご紹介するとイメージ湧きやすいと思うんですけど、手元にね品よくすごく収まるんですよね。横幅が 35mm って小ぶりになっていることによって手首の本当に中心にグッと乗るっていうのかちょこんと収まるような、そういった見え方になるので、やっぱり手元が軽快っていうのか、また今回はその使用長外マザー・オブ・パールの文字盤になっているので、角度によってね多少色目が変わるんですよね。そういったこともよって軽快であって、なおかつその文字盤にほんの少し華やかさがある、この人時計好きなんだろうなって見せてくれるようなサイズと色目感っていうのかな、そういったところがやっぱりね気分を上げてくれる、テンションを上げてくれる、そんなね腕時計になると思うので、今まで 40mm とか 42mm の、腕時計ねメインで使っていらっしゃった方が、まず今回はサイズを変えてみる、要は小ぶりな時計にチャレンジしてみるっていうのも、これね気分を大きく変えてくれる、そんなねアイテムになってくれるかと思います。文字盤もこのエンボス加工立体になっていて奥行き感あって、かなりね味わい深い、そんな一本ですね。デザインは非常にシンプルですね。自分針においてもインデックスにおいても特にね嫌味なところがないので、普通にスーツに合わせていただいたりジャケパンスタイルに合わせていただいて、ちょっと本当に軽快感っていうのか、ちょっと爽やかに仕事を楽しんでいるみたいな、そんなね見せ方していただくとすごくいいと思います。あとは、外しのアイテムとして、ちょっと T シャツにデニムみたいなラフなスタイルに大人感をプラスする、そんなねアイテムとしても使いやすいと思います。やっぱりこのモデルにおいても時計のね雑誌とかで見たことはあるんだけど、実際に時計店で試着したことがないっていう方がすごく多いと思ったので、今回はねまたねご紹介しました。簡単にスペックご紹介しておきます。いやもうこのモデルねスペックめちゃくちゃいいですね。10万円オーバーの時計なんですけど、もうそれを考えても10万以上と考えてもスペックすごくいいですね。ムーブメントはスイス製オートマティックですね、パワーマティック80が搭載されています。定評のあるムーブメントで、安定性抜群だと思います。それに、ロングパワーリザーブですね、最大80時間のロングパワーリザーブになっていることだけではなくて、2バクロン製のヒゲゼンマイになってます。なので今だったらねパソコンを使う方すごく多いと思うんですが、磁気にもすごく強いので、よく言われるんですけど、いやゼンマイ式の腕時計って磁気を帯びして狂ってしまう、そういったところがないので安心して使っていただけるようになってます。精度もあと安心感も高い、めちゃくちゃいいですね。そしてサイズは小ぶりな 35mm になっています。腕時計あまり知らない方だったら 35mm ってうわレディースじゃないのって思う方いらっしゃるかと思うんですけど、ヴィンテージウォッチだとだいたい 34、35mm それぐらいが多いので、やっぱりそういった感じでもちょっとクラシカルな腕時計で、なおかつちょっとそのラグジュアリーさのある腕時計を楽しむみたいな、そんな感じに見えるので、基本的にはあとはねこの時計はソリッドなデザインになっているのでレディースみたいな見え方にはならないので、そこはね安心していただいていいと思います。そしてガラスは安心のサファイアガラスが入っていて、また嬉しいのはファッション系のデザインの腕時計なんですけど、しっかり防水は10気圧防水あります。10気圧防水も時計本体を水の中にザブッとつけてしまっても大丈夫なぐらい強い防水スペックになっているので、このモデルも水関係は安心ですね。普段使いすごくねしやすいと思います。このモデルにおいてはデザインとかはやっぱりね好き嫌いは多少あるかと思うんですが、まずはこの 35mm っていうこのね小ぶりな腕時計のその新鮮な印象を楽しんでいただくことで、本当に気分を変えてくれたり、あとは表情を変えてくれたり、あとはね人から見られた時の印象ですよね。ちょっとこの人物にこだわってる、そんな方だったのみたいな、そんな印象も持たれるので、またね人からの見え方も変わると思うので、そういったところで何かをね変えてくれるような、一歩になるかとは思います。そして3本目なんですが、いや今腕時計をね探してるんだけど残念ながらそこまで予算はないんだよねっていう方におすすめの1本をご紹介しようと思います。3本目はチープさをね楽しむようなそんな1本ですね。3本目にご紹介するのはアメリカの時計ブランドタイメックスからレガシーの 41mm モデルピンクダイヤルの1本ですね。価格は33,000円になっています。まずスタイル見ていただいてどうでしょうか。なかなかクラシカルっていうのか昭和感のあるそんな腕時計ですよね。文字盤自体やっぱりねこの
ダイヤルカラー、ピンクと書かれてるんですが、サーモンダイヤルですよね。このカラーにおいてもほとんどの人、40代50代の方は、いやもう自分選ばないってそんな色って思うかとは思うんですけど、だからこそ今回ねこのモデル選んでみました。やっぱり腕時計っていうのはその人の印象を変えてくれたり、あとはつけてる人のやっぱりその顔の生き生きさっていうのかな、表情を変えてくれるようなそんなアイテムだと思うので、今ちょっとしんどいんだよね、辛いんだよねっていう方だったら、このサーモンダイヤル一度ね試していただきたいなと思ってます。勝手な予想で言うとトレンドとしてこのね1年2年にまたねこのサーモンダイヤルピンク系の腕時計っていうのもトレンドになってくると思うので、そのトレンドの先取りっていうのかな、そういった感じで選んでいただくのもいいかとは思います。ただ今回ご紹介しているこのモデルレガシーっていうモデルなんですが、実は私一度もね実物見たことないんですよね。試着したこともないんですけど、いろいろ探していて、いやこのモデルチープさを楽しむんだったら最高なんじゃないかなと思って今回ご紹介することにしました。やっぱり40代50代の方って見栄を張りたい、私もねもう50代なんですけど見栄を張りたいので、合成感高くてラグジュアリーで高見えする、そんな腕時計が欲しいっていう方がめちゃくちゃ多いと思うんですよね。ただ今回ご紹介しているっていうのは、このタイメックスっていうのはもともとチープさを楽しむようなそんな腕時計のブランドになるので、このモデルも3万円はね超えるんですけども、ブレスの作りだったり、あとはこのケースの質感ですね、こういったところも高見えするというかは、いやもう肩の力を抜いたそんなチープな時計、楽しんでるねみたいな、そういうふうに見せてくれるような腕時計だと思います。ただ文字盤のデザインとかはちょっとね高級時計に似てますよね。デイデイトみたいな感じで、デザインされていて、そういったところもそのトリッキーな感じかな。高級時計違うな、全然違うなと。パッと見てやっぱり作りもチープな感じがあって、もうリラックスして時計楽しんでるな。でなおかつピンク系のダイヤル、サーモン系のダイヤルになっているので、いやちょっと表情いつもと違って生き生きしてないっていうか、いやちょっと最近笑顔多いんじゃないみたいな、そういう風に見せてくれるような、そんな何かのねきっかけになるようなアイテムだとは思います。個人的にもそのサーモンダイヤルっていうのは最近になってすごく好きで、1本ね愛用してるんですけど、なかなか日本人の肌に合って派手な感じっていうのはそんなにはないですね。やっぱりその肌と同化するっていうのもあって落ち着いた感じに見えるかと思います。ただやっぱりつけてる本人としてはやっぱりサーモンダイヤルかと、ちょっと派手に見えるんじゃないかなって、そういう自分の心の中でね、そういったところもそのワクワクさせてくれる、気分を変えてくれるような一本だと思います。このモデル私がもし手に入れたらどんな使い方するかっていうと、カジュアルな服装よりも逆にねスーツをビシッと決めた時にわざとこのチープなこの時計、タイメックスのこの、レガシーを合わせて、その落差っていうのかな、スーツビシッと決めてるんだけど手元はとちょっとなんかチープな時計してないみたいな、そんな感じあえて楽しむのがいいかなと思ってます。多分今までねそのコメントにもあったんですけど、要は出世を諦めたっていうことは、要は今まではその出世街道を狙っていたので、多分ねビジネスの場では真面目な時計、本当に薄型で、3進か2進の時計でレザーストラップの時計つけていた方も多いでしょうし、いや上司よりも派手に見えることはやっぱりねタブーなので、基本的には時計って地味めの時計をねずっとつけてたんだよねって方もいらっしゃるかと思うんですけど、いやもう出世は諦めたんだよねって、そんな感じだったらもう自分のテンション変えて、自分の見た目変えて、あとはね人から見た時に、いやちょっと何々さん印象最近違うねみたいな、そんなアイテムとして、何かを変えるきっかけのアイテムとしてチープな時計で、なおかつこういった華やかなサーモン系ピンク系の腕時計選んでみるのも、何かね変わるきっかけに本当に、なると思います。やっぱりこういった感じでなんていうのかな、自分が選んでいく、自分が調べていくんじゃなくて、全く予期せぬ出会いっていうのも絶対的にあるとは思うので、価格がお手頃価格だとは思います。3万円を超える時計なんですけど、買っていいかな、ちょっと試しにいいかなっていう方だったら一度ね試してみるのもありだと思います。本当に今日何々さんちょっと何か若々しい感じになってますねみたいな、声をねかけてくれそうな、そんな一本になるかとは思います。簡単にスペックご紹介しておきます。スペック自体は特に特筆するところないので、さらっとご紹介します。
ムーブメントはクォーツ、電池式のクォーツですね。そして横幅は、程よい大きさって言っていいのかな、41ミリになります。ただ今のトレンドとしては若干大きめかもしれないですね。そしてガラスは普通のミネラルガラスですね。経年変化で多少擦り傷は入っていくかとは思うんですが、価格は3万円台なので仕方ないかなというところ。そして防水は5気圧防水ですね。5気圧防水は時計を水の中につけていいですよっていうまで強くはないので、普通の雨とか、汗とか手を洗うとかそういったところはもう全然平気なんですけど、日本のねゲリラ豪雨だとか台風とか傘を差しても手元に水がバシャバシャかかるようなそんなシーンはちょっと長くね愛用したいなという方だったら、念のため手からね時計を外してポケットに入れるようなそんなね癖をつけておくと長く使えるかとは思います。このモデルにおいてはコメントの中にあったよね、その悲哀の一本というところからはかけ離れてるんですけど、要はやっぱり悲哀を持ったっていうことは、もうそれ以下はないと、あとはもう上に上がるだけなので、もう要は振り切った一本として自分を変えるきっかけの一本としてこういった華やかな時計で、なおかつそのチープさを楽しんでる、いやチープだけど何かみたいな、わざとチープさをね楽しむような時計を選ぶっていうのもありだと思います。勝手なイメージで言うと、そのねもうちょっと疲れたよっていうその40代50代の方がイメージですよ、重い荷物をスパッと捨ててもう軽やかに楽しんでいこうかとか、そういった時に、選んでほしいなと思う、そんな一本ですね。本当にねこういった腕時計、そうだな、ちょっと自分では選ばないような、そして誰かから突っ込んでもらえるような腕時計、何かを変えるようなきっかけになると思います。完全に多分ですけどね、いいと思います。そして4本目なんですけど、安い時計も全然いいんだけど予算ある程度いいので、時計マニアの方、あとは時計通の方からって言われるような腕時計探してるって方もいると思うので、4本目はちょっとマニアックな1本をご紹介しようと思います。4本目にご紹介するのはアメリカのマイクロブランドジノーからオーシャンローバー2をご紹介します。公式サイトのまず写真をざーっとご紹介しますね。このモデルにおいては時計にね詳しくない方も、なんとなく高級時計ブランドのデザインに似てるんじゃない、あとは雰囲気似てるよねっていう方、多いと思います。どうですかね。そうなんですよね。このジノーという時計ブランドは、オマージュウォッチブランドですね。ロレックスのデザインだったり、あとはロレックスのその雰囲気を、イメージしてデザインをしている、そんなねブランドになります。ただこのオマージュウォッチブランドにおいてはもう賛否両論があるのはもちろん知ってるんですけど、好き嫌い、好きっていう方が、少なくて、多分ね嫌いっていうのかもう苦手だわっていう方がねめちゃくちゃ多いと思うんですよね。だからこそあえて楽しむっていうのかな、自分の好きなものを、自分のね目にかなったものを楽しむ、そういったことも、全然ありだと思います。簡単にこの、オーシャンローバー2ですね、デザインをご紹介しておくと、全く雰囲気が違うっていう部分はこの自分芯ですね。針の部分においては、詳しい方だったら知ってらっしゃると思うんですけど、昔イギリス軍がロレックスに依頼して作った、時計ですね。ミリサブをオマージュした、そんなね自分芯の形状になっています。ロレックスの、サブマリーナの針っていうのは単芯の部分ですね。ベンツのね針の、ロゴっていうのかな、ベンツのロゴをイメージしたベンツ針っていう針になってるんですが、このモデルはその、イギリス軍がロレックスに依頼したソード針、単剣のね針の形をしたそんな形状になっています。それと大きく分かりやすいっていうのはこのベゼルのこのミニッツマーカーの部分ですね。小さな刻みが途中でロレックスの場合は止まってるんですが、フルメモリという形でぐるっと一周回っています。こういったところも昔のミリサブのオマージュデザインになってるんですが、その昔のミリサブのデザインをそのままねオマージュしてデザインしたわけではなくて、このジノーという時計ブランドはコンセプトがあって、昔のミリサブをロレックスがね現代的にアップデートしたらどうなるかっていう、そういったところをコンセプトにしてあって、自分芯の形状はね昔のヴィンテージなんですけど、時計のケースであるとか、あとはインデックス、ベゼルのこういった部分ですね、こういったところは現行のロレックスのサブマリーナ、それをねイメージしてデザインされています。なのでヴィンテージなデザインなんですけど、スタイルとしては、世代ミックスって言っていいのかな、今のその現行のスタイルを、うまくね混ぜ合わせた、そんなデザインになってます。なかなかこれかっこいいんですよね。後ろに見えているのでちょっとね、ご紹介すると、実はジノー様とコラボレビューもさせていただいたので、実際にこの、オーシャンローバー2愛用もさせていただいてます。
見ていただいてどうでしょうかね。多分時計に詳しい方だったら光沢だったり、あとは時計のこのメタルベースの質感っていうのかな、作りの良さっていうのを感じていただけると思うんですけど、分かりやすい部分で言うと、自分芯だったりインデックスはロジウムメッキかかっていたり、あとはこのベゼルの部分セラミックベゼルになっていたりとか、かなり作り込んでます。オマージュブランドの中でコストをかけずにデザインだけをねオマージュして、数をね売るっていう、そんなねオマージュブランドもあるんですけど、このジノーという、ブランドはもう真剣にオマージュ、していて、ロレックスがねやっぱりその現行モデルとしてミリサブを作ったらどうなるんだという、そういったところ、うまくね作り込みされています。時計マニアな私見ても、いやこれすごいなと思う部分、バックルの部分、特に驚いたのはほとんどの方知らない、部分でしょうけど、あえてねクラスプと呼んでもいいんですけど、グライドロックのような機構、要はねアジャスト機構もしっかり入っていて、合成感もめちゃくちゃあります。こういった見えない部分も丁寧に作ってあるような、そんな一本ですね。で今回このモデルをご紹介したかったのは、予算がある方でロレックスとかオメガとかやっぱり人がつけているものちょっとなと、やっぱり自分は癖があるものが好きなんだよ、個性を、楽しみたいっていう方だったらこのジノをね選んでみてもいいと思います。多分時計にあまり詳しくない方からは全然ね、何もねコメント来ないと思うんですけど、実物のロレックスだったりオメガとか、要は本物のねロレックスとかオメガ持ってらっしゃる方は多分ね、突っ込んでくれると思います。パッと見てってそれロレックスじゃないけど、いや質感めちゃくちゃ高いなって、そんなね言葉をねかけてくれると思います。やっぱりいい時計を持っていらっしゃる方だったら、その作りの良さだったり、あとはその光沢の見え方で作りがいいかどうか、質が高いかどうかっていうのはある程度判断できると思うんですけど、このジノ本当にね光沢の出方すごく綺麗だし、あとはその時計によれがないっていうのかな、すごく作りがいいので、やっぱりね知ってらっしゃる方は何それみたいな感じで声かけてくれると思います。そういったところもちょっと自分が心がね今ねちょっと停滞気味でっていう、そういった気持ちを、ちょっと変えてくれるっていうのかな。いや時計談義花が咲いたりとか、今まで全然ね話しかけてこなかった方がちょっと話しかけてきたりとか、そういったきっかけ、話題作りにもなるような、そんな一本になると思います。ただかなりねコストをかけて作られてるみたいで、高いのは高いですね。海外の、価格、1500ドルからになるので、日本円に換算すると20万円ちょっとからになるので、基本的にはオマージュウォッチなんですけど、よくある、15万円が9800円でみたいなオマージュウォッチではなくて、やっぱりね高いんですよね。20万円以上のオマージュウォッチになるので、予算があってなおかつ癖があって、しかもロレックスのオマージュデザインをっていう、なかなかね嫌なことを言う人もいると思います。いやそんな時計、20万以上もして買ったのみたいな、そんな人がいるかもしれないんですけど、やっぱり、今の時代やっぱりそういう癖を楽しむっていうのかな、デタラメを愛するみたいな、そういったところもなかなかね面白いかとは思います。ちょっと予算があってやっぱり人から突っ込まれるもの、あとはロレックスとかオメガを高級時計をね持っていらっしゃる方から、いや何それみたいな感じで笑顔でね突っ込まれるようなもの、そんな感じかな。優等生じゃないですね。もう本当に、本当にデタラメ、そんな感じかな。誰かと比べて勝ち負けとか考えていると、やっぱりねそれは腕時計としては負けるかもしれないんですけど、いやもう勝ち負けじゃないんだよと。要はそういったデタラメ、バカバカしさを楽しむ、そんなね気持ちっていうのも、面白いかとは思います。そして最後なんですけど、やっぱりもう自分40代50代なので、もう落ち着いたものでいいんだよねっていう方もいらっしゃると思うので、最後はすごく昭和感のある一本をご紹介しようと思います。最後にご紹介するのはハミルトンからカーキフィールドシリーズの1本ですね。エクスペディションオート。今回は 37mm モデルをご紹介します。価格は16万5000円となっています。まずスタイルを見ていただいてどうでしょうか。デザイン的にはオーソドックスなんですけど、どこかねその昭和な感じっていうのか、懐かしい感じ伝わってきますよね。昔のその冒険映画に出てきた、主人公がつけている腕時計みたいな、そんなツールウォッチな感じがあって、実にね味わいあると思うんですよね。なんとなくつけるだけでその冒険に出かけたくなる、そんなね一本になっていると思います。勝手なイメージで言うと、現代にインディ・ジョーンズが現れたら
こんなね腕時計してるかとは思います。もう本当に古典的なフィールドウォッチ、そんな感じがありますね。見た感じ的にはもうオーソドックスなケースになっているんですけど、ベゼルの部分に NESW という形で簡易方位系のベゼルになっています。こういったところもその昔のね少年雑誌、少年漫画の一番後ろにあったその10個の機能があるツールみたいな感じ、なんとなくそのつけてるだけで見てるだけでワクワクするようなそんなデザインになっていて、ちょっと今気分塞いでるんだよねという方、いると思うんですけど、まあね出世街道なんて、外れたとしても自分の中でねまた大冒険していけばいいわけなので、ちょっと冒険に出かけたくなるようなこんなフィールドウォッチ手にしてみるのもいいと思います。普段見た目な感じっていうのは普通なんだけども、ここぞっていう時に頼りになる、そんな感じっていうのが40代50代の大人の方がつけていると、いやあの人普通に見えるんだけど実は何か持ってるなみたいな、そういう風にね見せてくれるようなアイテムになってると思います。スタイリッシュな腕時計って探せばねたくさんあって、あとおしゃれな腕時計っていうのもたくさんあるんだけども、こういったちょっと地味めっていうのかな、その昭和みたいな感じのツール感の腕時計って案外ないんですよね。デザインは案外ベタな感じなんですけど、探してもこういった感じあまりないので、もうちょっと落ち着いた感じでいいんだよと、もう競うのはもう飽きた、もう競うのに疲れたっていう感じだったら、こういった古臭い、言い方合ってるかどうかわからないんですけど、ちょっとその古めかしいツールウォッチ、つけるとやっぱりね気分変えてくれるかと思います。このモデルだったら普通にビジカジ使っていただいても、ホワイトのダイヤルだったら綺麗めに見せてくれるとは思うし、あとは普通に T シャツにデニム、あとは最近だったらそうだなワークジャケットだったりレザージャケットとか、ちょっと着るものにもこだわってるよっていう方、そういう時に合わせていただいても手元にその古風な感じっていうのかな、そのできる大人感っていうのか、ここぞは頼りになる、そういった男感、そういうのを、演出できるような腕時計だと思います。デザイン自体はねすごく地味なんだけど、やっぱりねこの時計もちょっと冒険に出かけたくなるような、そんなねワクワクするようなそんなねオーラ持っているかとは思います。いいと思います。簡単にスペックご紹介しておきます。ムーブメントは自動巻きですね。ハミルトン定番の H10 ムーブメントが搭載されています。このムーブメントも非常にね定評があるムーブメントで、パワーリザーブもロングパワーリザーブの80時間だし、あとは時期にも強いね2バクロンのヒゲゼンマイ入っているので、ムーブメントについては文句のねつけようはないですね。そしてケースサイズいいですね。小ぶりな 37mm になっています。クラシカルなそのツール系の腕時計になっているんですが、サイズが小さいことによってその子供っぽいとか、そのツール感が強いとか、そういう感じに見せずにこだわり感のあるそんな腕時計をしている、そういうふうに見せるような絶妙なサイズだと思います。40代50代の方、このねサイズは嬉しいと思います。そしてガラスは安心のサファイアガラスになっていて、防水も10気圧防水ですね。このモデルも水関係は安心して楽しんでいただけるようになっています。スペックもねバランスよく、まとまっていて、普段使いしていてまず不満が出ないと思います。このモデルにおいてはまずはねデザインですね。もう人と争うのはもう飽きたと、もう自分のペースでなおかつ冒険に出かけたくなるようなそんな腕時計、いいなと思っていらっしゃる方だったらこのモデル、実は写真で見るよりちょっと試着してみると、いやちょっといいんじゃないと、自分のテイストにめちゃくちゃ合ってるな、自分のね希望にぴったりだなと思っていただけるようなそんな腕時計だと思います。実にねその自分の世界観を楽しむような、そんなねデザインになっているかと思います。今時かっていうと今時ではなくて、やっぱりねちょっと古臭い感じはあると思うんですけど、だからこそね選びたいそんな一本になると思います。いかがだったでしょうか。今回はコメントでいただいていた仕事を頑張ってきたけど出世の望みがね消えて悟りを開くしかなくなった40代50代におすすめの悲哀の一本を教えてくださいにお答えして5本ご紹介しました。どのモデルも基本的にはそのがっくりしてるからシンプルな時計とか、控えめなね時計をご紹介するというよりかは、その言葉の中に悲哀っていう言葉は使ってるんだけど、いや何クソみたいなそんな感じをね受けたので、ちょっと自分の気分を変えてくれるような、自分のその表情をね明るくしてくれるようなそんなね腕時計を5本ご紹介させていただきました。何かドキッとするような時計に出会えれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも素敵な腕時計や時計関連の情報をご紹介しますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。